3PL とはサードパーティーロジスティックの略。製品コストを下げたい。物流コストを下げたい。税関当局の罰金を避けたい。ロジスティックス物流業界及びサプライチェーン管理におけるサードパーティーロジスティックス 3PL または TPL と略記されることもある。用語としては e コマースで知られることが多いですが、一般の製造業においても適用されます。まずは1番、ファーストパーティーというのはメーカーやサプライヤーなどのことを指します。2番、セカンドパーティーというのは主に荷受人であり、e コマースでは卸売業や小売業を指します。3番 3PL とはメーカー、荷受人、卸売業、小売業以外の業者がロジスティックの計画、構築、管理を請け負うことになります。商品・貨物の移動、物流過程、一般的な流れです。ファーストパーティーというのはメーカーやサプライヤーなどのことを指します。この場合、1番製造業、2番目がセカンドパーティーは荷受人、e コマースでは卸売業や小売業を指します。こちら2番が荷受業者。物の流れはこのように1番から2番の方に流れます。はい、そしてサードパーティーというのはこの1番製造業から2番荷受業者、このトータルをマネジメントするサービスがサードパーティーロジスティックというものになります。これはつまりコストが安くなるんです。それが 3PL なんです。製造業において材料の入荷から始まり製造、在庫管理、出荷手配まで自社で行うと、それぞれの部署に担当を置き、作業負担が大きくなります。結果として総務や通訳者が兼業していたり、トータルのものの流れを理解していないものが各担当範囲の数値だけを管理して完結しているということがあります。その担当者の方、トータル管理ができますか？そもそも製造業の場合は製造やコストダウンなどに集中していることから、それぞれの部署において業務をこなすものの会計監査、税務署のチェックの時になって数値が合わないという事態が発生するんです。理由はこの一連の数値的な管理が行われていない場合、入庫前と出庫後の数値に相違が発生し、これを管理する担当者がいないというケースがあります。実際製造過程の例を紹介します。入荷、入庫、生産、倉庫、出荷、会計、監査。例えばこのような流れがあります。それぞれに担当者がいるんです。入荷は入荷の担当、入庫は入庫材料の管理ですね。生産は工場のメインである製造。その後、完成したものが倉庫の方に運ばれて出荷まで行われる。そして会計、監査という流れになっております。この時に起きるのがロス、紛失、盗難、集計ミス、ユニット、単位の異なりがある点。現在部署、社内のみであれば管理できるのは限定的なんです。罰金が発生する、物流コストが安くならない、会計監査で、手間が増え、費用が発生すると。これどういうことかと言いますと、工場では物を製造するのに最初運転する前にロスっていうのはほぼ必ず出るんですね。そういったロスがあったりだとか、あとは紛失、どうしてもこの材料が見つからない、そういったものが出てきます。そして起きてほしくないんですけど、盗難、これもどうしても大勢のスタッフの方いたり、いろんな問題の中で、盗難ということもいくつか起きることがあります。そして集計ミス、これも数字上のミスでありながら少しずつ違いが発生すると、そこに誤差は当然ながら発生します。そしてユニット、単位の異なりですね。これは材料そのものが、例えばキログラムで入れているものを成形したりして商品にする場合、キログラムで入ってきているものが個数で計上してて、後で、会計換算の時になって数値が一致しないということが発生するんですね。その製品はキログラムで計上してないことがあると。そういった場合には問題が起きております。結果として、罰金が発生すると。解決方法、これはデジタル化してシステム上で正確な数値で管理する。それでは、これどこが管理するか。各部署のみで管理した場合はどうなるでしょうか。会計監査または税務当局の調査により誤差が説明できない事態が発生してしまいます。間違いがあれば最後に税務当局から指摘を受けます。税関局長から指導を受けております。
3PL 業者なら、例えば生産計画、もっと言えば年間計画のような短中期的なスケジュールがあった場合、ある日までに出荷すれば経由便を利用することで輸送コストが 5% から 10% 下げられますとアドバイスができるでしょう。一方、製造側ではカートンやパレット、そういった種類は顧客のニーズや材料単価のコストを優先して選んでいることから、物流面で見るトータル的な削減できる部分を見逃しているということがあるんですね。このようなコストダウンを提案できるのはフォワーダーの業務になります。コストを下げたい、3PL を導入したい、これはフォワーダーに相談してください。話を 3PL に戻しましょう。3PL とは製造業が流通、倉庫保管およびフルフィルメントサービスの要素を外部業者へ業務を委託することです。フルフィルメントとは実行、遂行という意味になります。フルフィルメントサービスと 3PL は業務の範囲が若干違います。フルフィルメントサービスは物流業務に加えて決済処理まで行うのに対し、3PL は物流部門までを請け負うサービスになります。フルフィルメントプロセス、顧客の発注を処理するためには単に製品を箱に入れて郵便局に下ろすだけでは不十分です。フルフィルメント作業範囲は以下の内容を処理する必要があります。材料となる製品またはそのコンポーネントの倉庫保管、製品の製造または組み立て、製品をトレーまたは箱に詰める、出荷用の注文のラベル付け、航空便であればフェデックス、UPS などの業者へ発送手配を行う。これがパレット単位の大きいものになればフォワーダーと呼ばれる専門業者へ依頼するんですね。注文作業が進行中であることをメールなどで顧客に通知する。支払い処理とビジネスへの送金。オーダーフルフィルメントは様々な業種で少し異なります。次にいくつかの異なる例を3つ紹介します。1番、生産見込み計画または予測生産。このモデルは販売予測に照らして製品を作成し、完成品の在庫から顧客へ販売します。これは流通において一般的な生産方法です。2番、注文に応じて組み立てる。製品は既存部分などコンポーネントの在庫から顧客の要求に合わせて仕様を構築されています。そのため顧客ごとにアイテムを作成しますが、生産される製品は同じです。3番、受注生産。このモデルは顧客は仕様に合わせてカスタマイズされた製品を購入できます。製造業者は注文後のみに製品を作成します。3PL プロバイダーは製品の需要と配送サービスの要件を満たすためにニーズに合わせて拡張及びカスタマイズで市場動向に注意した上でできる倉庫保管及び輸送サービスの統合運用を専門としています。このサービスはロジスティックを超えてサプライチェーンの一部を統合するなど生産または調達に関連する付加価値サービスを含みます。このような統合サービスの提供者はサードパーティーのサプライチェーン管理プロバイダー 3PSCM またはサプライチェーン管理サービスプロバイダー SCM/SP と呼びます。 3PL は宝庫保管、輸送、原材料供給など供給管理内の特定の機能を対象としております。世界に 3PL 市場は2014年に750億ドルに達し、米国では1570億ドルに成長しました。米国における 3PL サービスの需要の伸び、前年比 7.4% は2014年の米国経済の成長を上回りました。2014年の時点でフォーチューン500企業全体の 80% とフォーチューン100の 96% が何らかの形で 3PL サービスを使用しております。これはアメリカの場合 Amazon など e コマースが非常に進んでいるということが背景にあると考えられます。このようにして産業構造として製造業は生産に集中し他の業務を外部の物流業者へ委託する仕組み作りが一般的になっていくことでしょう。現在弊社でも顧客工場へ通関担当者を出向させて生産計画の段階から倉庫保管出庫までにおいて最も効率の良い方法を提案するというサービスを行っているんです。3PL の重要性、業者の選定基準。これは簡単です。商品物資産管理として責任管理、人員配備、倉庫管理、出庫後の数量管理。このプレゼント同様の説明ができる業者。これは 3PL ができる業者です。ぜひ不明なことがあればフォワーダーへお問い合わせください。ベトナムに関することは私の方までコメントの方いただければ嬉しいです。はい、よろしくお願いします。